こんにちは、白川隆二です。阿部俊治です。来ましたね。来てしまいました先生。東京都町田市にあります KJA 道場に来ております。ありがとうございます。いやもう合気道チャンネルで、合気道のファンの皆さん、そして武術ファンの皆さんにぜひね、紹介したかった、なんと今日は柔道です。はい、おー、来ましたね先生。柔道すごいでしょ。すごいです。もう阿部君といえばもう柔道やってたから分かるような柔道やってますからね。もうよく分かっております。はい。そうやってたよね。でもあんまりここであんまり大声言いたくないな。いや、すごい方とコラボということで。いやもう柔道といえばキングオブ武道、世界に広がっていて誰もが知っている武道であってね、しかもトップのオリンピックの選手したら、もうね技術もすごいし精神も、肉体も全部ね鍛え抜かれて素晴らしい。でこの KJA 道場っていうのは鈴木啓二先生、鈴木先生の経歴知ってる？オリンピックで、そうオリンピックで金メダル、アテネオリンピックで金メダル取ったのはもちろん、さらに全日本柔道選手権、無差別の全日本も優勝してます。それで世界選手権でオリンピックと3つの大会でタイトルを取ってるっていうすごい選手。すごい選手ですよ。さらに鈴木先生は足技の達人なんです。柔道史に残るこの足技の達人と言われていて、すごいテクニックもね持っているんですよ。足技難しいですからね、やっぱり。もうほら合気道にも足技がないじゃないですか。でもテイクダウン、倒す技術にとっては結構足技っていうのも素晴らしい。今日は鈴木先生の道場で柔道の魅力をねお伝えできればと思っております。それでは行ってきます。はい、道場入ってまいりました。で早速素晴らしい先生をご紹介いたします。アテネオリンピック金メダル、そしてパリオリンピック全日本代表監督の鈴木啓二先生です。お願いします。先生、お会いできて光栄です。とんでもないです。すみません。今日はお越しいただきありがとうございます。素晴らしい道場ですね。ありがとうございます。鶴川の駅からで、しかもメイン通りのところ。そうですね。はい、通りも良くて、はい、少しこう柔道の目立つところに道場があるってなかなかないので、外観もそして中もものすごい綺麗ですよね。いろんなこういうボルダリングとか、そうですね、いろんな運動ができるようになってる。先生、私先生が出されたこちらの本、ありがとうございます。もう先生は本当柔道史に残る足技の達人ということで、先生の私足技を勉強したくて購入しました。すみません、ありがとうございます。たくさんの足技載ってるんですね。もう本当にこれだけじゃないんですけど、数っていうのは多分もう無限にある足技の、コンビネーションとかも含めたらですね、なると思うので、やっぱり自分の形を作っていくっていうことが大きな、面白さですよね、魅力じゃないかなと思います。やっぱ足技を制することでやっぱ柔道のこの深さが分かるということですよね。やっぱり大きい技ももちろん魅力的なんですけど、足技の魅力っていうのもやっぱりいろんなところに詰まってるんじゃないかなと思います。QR コードの動画付きですので、皆さんぜひねご覧ください。こう動画 QR コードも、説明と QR コードもついております。で先生、今日はぜひ先生の足技を教えてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、では先生、早速小内刈りを。小内刈り、よろしくお願いします。お願いします。まず通常の小内刈りを教えていただけますか。通常の小内刈りは武井先生で。お願いします。どうも、はじめまして、武井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。相手の足を内側から、僕ちょっと左利きなんで、左足を使うんですけど、自分の利き足、動かしやすい足で相手の内側から相手のアキレス腱のあたりを自分の足を使って刈る、内側を刈る、小さく内側を刈るって書いて小内刈りなんですけど、通常こういうふうにお互い組み合ってまして、自分の内側から刈るという小内刈りが、一般的な小内刈りになります。私もちょっといいですか。もちろん。先生に。私、じゃあ左、こっちの足刈ります。そうです。もっとこう、動きとかちょっと力を入れると
と視点っていうそうですね、はい、ありますね。こういう形になります。ちょっとうちの熟成にもいいですか？もちろんお願いします。よろしくお願いします。これあれですよね、コーチかけたらパンやられないですよね。とんでもない。返されたらそう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 。とんでもない。そうみたいなないですよね。あれですね。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、左ね。はい。出てる足を内側から。はい。これぐらい体が大きい人でもやっぱそうですね。体が小さい人が使いやすい技ではあると思うんですよ。はい。ですけど僕体大きいんですけど得意としてる技なので、小さい人が大きい人にかける技っていうイメージがすごく強いです。柔道界では。そうなんですね。はい。もう一人いいですか？はい、もちろん。お願いします。よろしくお願いします。おっす。超強そうなんですけど。いきます。はい。受け身が皆さん上手なんで、すごくやりやすいです。ありがとうございます。でも大変貴重な機会ありがとうございます。とんでもないです。基本まずちょっといいですか？はい、もちろん。はい。私は右はいなんですけど、その場合って右足出していただいて、右。はい、そうですね。軸足が左ですもんね。はい。はい。はい。この場合出ている足を、はい。どこの部分？なるべくつま先の方向に滑らせた方が足は滑るんですよ。つま先の、はい。はい。なので先生のこの横の自分の肉があるあたりですね。ここを武井先生のアキレス腱に当てるように。ここで。はい、そうです。でまっすぐ武井先生の足が出るように。そうです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 。先生うまい。いいね。はい。これがちょっとずれたり、例えば横から払ったりとか深すぎちゃうと足動かないので、はい。なるべくつま先の方に足が。理にかなってますもんね。足の方向、この方向が。そうですね。はい。足を滑らせるような感じですもんね。そうです。はい。これある程度この軽力も必要ですけど、この相手の足を見ておけば、ある程度自分がどっちに狩ればいいかってことは分かるので、試合中にパッと足を見たりもします。はい。こう右足が出てるところを狙う、あれは逆に左足が出てるところを狙う。そうですね。はい。基本的にはそうか、自分が動いてその形を作るか。2パターンですね。相手が動いてかけるのか、自分が動いてかけるのかっていうところが非常に大事になってくると思います。はい。基本の形はじゃあ、基本練習はこれですね。ここからそうですそうですそうです。うまいですね。武井を投げるの。取っていただいてる。ではここからですけど、鈴木先生の特別なそうですね。教えていただけますか。鈴木先生流の小内刈りを。ありがとうございます。はい。自分は少し変わってて、相手の足が例えばこう刈りました。でもどんなにタイミングよく入っても足ちょっと上げてくれる。ふわって逃げられちゃうこともやっぱあるんですよ。なかなか小内刈りで人を投げるって本当は難しくて、試合中だったら特に動いてる時とかだったらなかなかこれで投げることってないんですよね。なのでこの刈り足を相手のアキレス腱の後ろ、かかとのあたりに置いてしまうんですね。置いてしまって自分の膝から足首の間のすねで相手の足をなぎ倒すというイメージでやってます。これ全くちょっと刈るというよりか引っ掛けて押すような。そうです。小内刈りにはならないですね。小内なんていうか、小内崖なんですかね。正式名称はちょっと分かんないですけど、自分の技をかける膝とつま先は同じ方向を向いて斜めに入る。で少し指先を上げるんですね。そうするとここに引っかかるので、でその後は前に出せば倒れていきます。これが足をまっすぐ入れてしまうとロックできないので、足は斜めに入れる。膝とつま先が同じ方向を向いて斜めに入れていく。でなぎ倒すというイメージで、これですと自分よりも例えば何十キロも重い選手でも相手でも倒せます。はいということですね。足をしっかりキープすることと、ちょっと指先を上げて、この膝の動きを良くする。足をついたままだと、このかかとがポッと外れてしまうこともあるので、もう本当無駄な抵抗かっていうぐらい数センチですけど、ここで相手のかかとをしっかり止めるということですね。逃げないようにする。相手のかかとを逃げないようにして、逃げないようにロックされてますよね。で膝を前に出すと。
私も体験いいですか？はい、もちろん。お願いします。いきます。斜めに入れて倒す。はい。先ほどより違いますもんね。そうですね。さっきのは多分こういう、はい。ですけどここも逃がさないっていう形で僕はもうこの小内刈りがむしろ僕の得意技だったので、はい。このコーチをメインでやってました。ちょっと全然違うやっぱり。お願いします。これ2回目飛ばされませんよね。足を入れてこのまま投げ倒す。もう一回いきますか。このまま足を入れて投げ倒す。いいイメージです。ありがとうございます。お願いします。めっちゃ強そうなんですよ。こう足を入れて投げ倒す。はい。もう一回いきましょう。足を突っ込んで投げ倒すというこの膝が前に出る感覚ですね。ありがとうございます。やっぱ通常の小内刈りとはまた違う形ではありますか？そうですね。さっき小内刈りでお話しさせていただいた、自分から動く小内刈りになります。相手が動いてくるのに合わせる小内刈りじゃなくて、相手が止まってるところにで入る。自分から仕掛ける。そうです。小内刈りになるので少し入り方が違ってきますね。はい。そうすると今度はこっちに入れるってことですか？そうです。で、この膝は外に出す。ここでも多分引っかかってるのが分かると思うんですよね。これで指先を上げて、でこっちですか？で、そのまま倒していくと。どう引っかかってる？引っかかってます。もうちょい。ちょっと先生力もうちょっとリラックスしてください。はい。力みすぎたらやっぱ自分も倒れちゃうってことですか？そうですね。で、先生のこのここからここまでをふんだんに使っていただきたいので、これじゃあ多分行き過ぎなんですよね。なので自分でこのギリギリ、そうです。ギリギリまで当たってる面が大きい方が相手のことをなぎ倒しやすい。むしろこのすねを使ってすねを使います。そうですでここで引っ掛けるんですね。そうです。引っ掛けて、そうです。はい。うまいです。そうです。はい。ここを使うんですね。そうです。もうすねをバチッとここをバチッと使います。もう一度お願いします。膝で最後はなぎ倒すようなイメージで。そうです。はい。これだと自分が動いて横に、そうですね。はい。感じで。はい。結構今の選手はこの小内刈り使う選手多いですね。はい。この膝の押しが入るので確かにこう引っ掛ける感じってことですか？そうです。この引っ掛けが逃げられない。テコが入りますよね。そうです。テコの原理が入りますね。なので本当に大きい選手とか、逆にちょこちょこしてる選手、ちっちゃい僕よりも小さい選手と試合することもあるので、そういう選手に小内刈りかけるとひょいって避けられちゃうんですけど、ここでガチッとキャッチするイメージで。なんか合気道ではすみ落としっていうこういう技を足側で、これがいわゆる足だけでやられてるっていう感じになりますよね。その上半身プラス足入れたら100点ですね。僕も得意技の一つとしてこういう小内刈りがあって、使われてるんですよね。こっち持ってもいいので、柔道では試合中にどうしても襟が持てないとか、自分よりも体が大きい選手で足が出てるときは落として、この小内刈り僕得意技です。上半身のすみ落とし、下半身の小内刈りもう絶対投げれます。これはじゃあ今一緒に使ってみたらどうですか？上のそのそうですね。これと足に落としとこれで、そうす。ちょっと組みながらで足を置いてからギュッと下にグッ。そうです。破壊力増します。これ合気道は OK なんですか？合気道は足使ってダメなんですね。すいません。そうなんですね。合気道には足技ってのはないですね。もう手だけなんです。基本的には上半身の。すいません、勉強不足。いえ、そんなことないです。でも相手をテイクダウン、倒すっていう技術においてはかなりすごい合理的だなと思いました。美しい合気道。では先生、次は支え釣り込み足をお願いいたします。ありがとうございます。支え釣り込み足は基本的にお互い組み合ってます。この中で相手を自分の後ろに足をかけて倒す技になります。自分の体を入れ替えるということと、少し相手を引き出す、で相手が前に引かれたから出そうとする右足、これを止める。
という技になります。はい。こういう技になります。引き込みと当て。そうです、そうです。はい。先生、私もよろしいですか。はい、お願いします。こういきます。おお、うまい。うまい。あ、もう一度お願いします。はい。オープン出ます。はい。こういう。きますね。大きなケミが。いや、もう感動的です。俺見て。ケミのうまい。ちょっと。はい。お願いします。お願いします。はい。いきます。はい。はい。ちょっと体のさばきと足をはい固定すると。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。じゃあ同じようにいきます。行きましょう。はい。ちょっと私もはい、ぜひやってください。はい。支え釣り込みで、右の場合には先生右。そうです。左足をポンと踏み込んでいただいて、左足を踏み込んでいただいて、踏み込んで、体を回してこっちの足を引っ掛ける。その時の足、ここの足を使って。もう膝の下でいいです。すねのあたりだったらどこでも。はい。で、はい。もうすねになっていいですか。はい。足首の上あたりが多分一番いいですね。はい。ここでこう。そうですね。もうこの時は、ここ少し多分痛いと思うので、足の裏でも大丈夫です。はい。少し返していただいて足を。で、こっちで引き込みながら。そうです、そうです、そうです。前に。はい。で、なおかつ体がギュッと開くといいですね。はい。はい。おっ、前。うまいです。あ、もう一回行こう。いや、もう教えることないです。そうですね。素晴らしい。はい。教えることないです。ねえ、上手だよね。うますぎますね、ちょっと。これが支え釣り込み足。はい。先生流の鈴木先生流の支え釣り込み足お願いいたします。僕の場合はどっちかというと相を作って左対左に多かったです。かける技が。で、一つ大きな違いとしては相手のこの自分の襟を持ってる釣り手っていうんですけど、この手を上に上げています。大体このままこう先ほどもこう言っていただいたんですけど、一歩踏み込んだ時に相手の釣り手をギュッと肘の内側から上げてしまうと、もうあとは足を支えたら倒れるしかないんですよね。はい、そういうコントロールですね。相手の上半身をしっかりコントロールする、コントロールして上げるというような支え釣り込み足を使ってました。先生、この技術って合気道のもうよくありますか。はい、組んだ時に、この上下の崩しがあるんですよ。普通にこう動きを入るので、でここでもね、確かに耐えられる時があるので、その時にこういう足掛けたらいいっていうような、確かに本当にいいです。大きいってことですもんね。簡単にやりすぎちゃう。できるんですね、そういうことは。決めてますもんね、しっかり。ここがその合気道だっていう上げさせる弱いですね。先生、私もちょっとお願いします。ぜひ。このままいきます。じゃあこうですかね。こういきます。上手すぎてもう飛びますね。浮きますね。そうですね。もう一度お願いします。そこをしっかり下から行くと浮かされます。いや、感動的です。ちょっと今力入れましたもんね。はい、今ちょっと頑張ろう。力感をちょっと高めたくて、でも力入るとより不安そうですね。脱力するより。で、ここの捌きがあれば、柔道って自滅もあるので、たまにこう支え釣り込みしたときにこのまま後ろに倒れちゃうこともあるんですよ。ですけど体をしっかりさばいておけばまず自滅もないので、
相手の力がこっち側に行くから、ここで我慢してるところを、そうです。はい。多分理にかなってますもんね。そうですね。ちょっと阿部君もね。お願いします。お願いします。はい。すごい吹っ飛ぶでしょ。こういうちょっと動きながらだと。ありがとうございます。ありがとうございます。片山君もちょっと力入れて吹っ飛ばしてもらお願いします。力入れてね、しっかり。入れていただいて。はい。大丈夫ですか。もう一回行きましょうか。はい。ここ上げますんで。はい。はい、こういう技になります。ありがとうございます。先生、ここ当てる足って本にも書いてあったんですけど、通常の当て方じゃないんですよね、先生の場合って。そうです。基本的には、先ほど言ったように足の裏とかで当てることが多いんですけど、自分の場合もこっち横。普通でしたらやっぱり足の裏が安全だからってことなんですか。あとそうですね。あと当てる面がやっぱ大きいので、こうミスが少ないというか。当てる面が大きい。ミスが少ないんですけど。足ってやっぱ伸びてる方が力は入りますよね。まして内側だと力入りにくいんで、なるべくまっすぐな状態でドンって当てる。まっすぐな状態で当てる。こっちにすると骨の構造上は弱くなっちゃいますもんね。そう思いますね。なのでなるべくまっすぐ。痛いですけどこっちも。そうですよね。なるべく当てる。ここの部分で当てると強いんですが、稽古してないと足首を怪我したり、あとここが腫れてしまったりする。先生って現役時代V 鍛錬みたいなのされてたんですか。こうやって例えば極真空手の人だったら両利き鍛えたり、リーグ鍛えたり、こういう鍛錬。そこまではしてないですけど、でも本当に毎日やるのでそれが鍛錬になってるかもしれないですね。稽古で何回も打ちつけてるから自然と鍛錬になって、ここは硬く強くなっている。そうですね。ちょっと私もね、ぜひお願いします。だから僕は今久しぶりなんでちょっと痛いです。もうそんなに当てることないので。当てないと弱くなってくる。弱くなります。じゃあちょっと失礼します。相手のこっちですね。なので少しだけ下を持っていただいて、ここから切ってあげると。で、さすがについてます。左足を1個踏み込んだときにこっちで。そうです。ハンドル切る。ハンドル切るように。こうすれ違う。そう。いいですね。はい、さばきですね。しっかり締めないといけないです。いいですね。この振り手のこれですよね。そうです。すごい重要なんですね。で、こっちで釣り手ですよ。そうです。釣り手でこの時に手首がこう開くよりは拳を上にする。グリッと。手首をそうです。グリッこっちですね。こっち側。こっちですね。そうです。アッパーカット。アッパーカット。そうすると力入るし上がりやすいんで。全然違いますね。この肘の弱いところ内側を狙ってアッパーカットする。これ痛いんで痛ってなるんですよ。受けてる瞬間だったらこうそして浮きますので、さらにこっちでしっかり引きつけて足が片方重心に乗ってるんでそこをそうです。もう素晴らしいです。めちゃくちゃできてます。でももう一回ですか。流れの中ででも。流れの中で。ちょっと動きながら。そうです。うまいですね。うまいですね。いいですね。すごいここがやっぱ新しい発見というか合気道でも。あまり拳を使うってことなかったので、むしろ手を開いてたので、拳を使うっていうのも非常に拳使うと自分の脇も締まりますし、効果的ですね。いやこうなってます。普通はこうなんですけど、こうなってるので、もうしっかり握ってなるべくこの握りが変わらない状態で技をかけたいので、じゃあどうするかというと手首を使うしかないんですよね。手首を使っていろんな方向に変えていくっていう形が多分いいですよね。一回握り直したりとかしてたらこれ切りないので、握ったままいろんな方向に行くにはやっぱ手首がうまくないとと思います。上に上げることでアッパーカット自然すると脇肘が締まりますよね。ギュッと自然に体に力も入りますし、そのままポンってこうそのままアッパーパンチをするように続けばいいんで。大変勉強になります。ありがとうございます。
うますぎてびっくりします。うますぎてもう全部覚えちゃうわ。美しい合気道。先生、小外刈りを。小外刈り、はい、お願いします。通常の小外刈りをお願いいたします。まあ通常の小外刈りは喧嘩四つといって右と左の場合が多いです。で今度は外から、さっき小内刈りって言ったら内側から刈ったんですけど、今度小外刈りといって、外側から原理は一緒です。足が向いてる方向、つま先が向いてる方向にパンと刈る。こう組み合ってる時にお互い力入ってますよね。で力入ってギューッとお互いに力入ってる時に自分の力をこう解放するようなイメージで、このタイミングで刈るとスッていきやすいんですよね。お互い力が入ってる時に叩いてもダメな時もあるんで、さあこの技いこうかなと思ったらちょっとこう抜くんですよね。この一歩とこの抜きを合わせれば足動きやすくなるので、その瞬間の脱力から。そうですね。でも小内刈りの本当に外バージョンだから小外刈りなんですね。そうですそうです。同じ原理ですもんね、外側。で小さく外から刈るって書くんで、なるべくクイックに早くパパンっていう技ですね。先生いいですか。はい。小さくの展開なんで右足を出していただいて、はい。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。本当にコンパクトですね。もう早くスピードだけを重視して、はい。うまいです。ステーンっていう感じですもん。そうですね。ちょっと本当転がされるって感じですね。投げられるっていうよりは転がされるっていう感じで。お願いします。今度じゃあ右の襟持っていただいて、はい。これでいきます。大丈夫です。これではい。お願いします。はい。こうちょっと力を入れていって、こういう感じですね。はい。ありがとうございます。お願いします。ちょっと右手で持っていただいて、はい。ありがとうございます。先生、私も練習しても。はい、もちろん。はい、お願いします。組手が右自然体なので、そうです。喧嘩四つですもんね。そうです、そうです。喧嘩四つという状態が合気道で言えば逆半身の状態なんですね。これ逆半身。外側に出てこの方向。そうです、そうです、そうです。小さくむしろ。そうです、そうです、そうです。はい。狙う場所はやっぱりその本当にかかとの方向に。そうです。アキレス腱ですね。ここです。はい。こうっていう感じ。ああ、そうですね。もう今のトンっていうので大体いきます。はい。トンってできれば。はい。そうですね。それこそ力んでたらこっち危ないですもんね。そうです。自分もそんな感じですもんね。はい。で、動かない場合はもう全くピクリともしないんで。はい。確かにそうですね。先生が言って。だからちょっと脱力が必要ってことですね。そしてこれが崩しになるわけですね。柔道でいう崩しですね。はい。ありがとうございます。先生、鈴木先生流の小外刈りをお願いいたします。よく取り上げていただく僕の小外刈りは、今までは喧嘩で右対左でやってたんですけど、相四つにして今まで勝ってた自分は左足なんですけど、これを右足でやります。はい。右足で相手の足が出てる方、だから全く真逆ですね。自分が右組みになるイメージで、でかつ自分が動く。さっきの喧嘩四つですと割と入りやすいんですけど、相四つの場合はここまで来なきゃならないわけですよ、自分が。なので本来形上は123っていうリズムの取りやすさなんですけど、自分の場合はもう1歩目から入っちゃうので、もうクロスして、まさになんかステップっていう感じですね。そうですね。はい。あとは柔道の場合は、軸足が後ろ回りの技が多いんですよ。例えば背負い投げ、内股、体落としとか、全部自分の仮足の後ろを通るんですよね。でもこの小外に関しては自分の前を通っていくと、先ほど言ったようにコンパクトに速く技をかけなきゃならないので、なるべく最短距離で、こっちだと遠回りになっちゃうので、なるべく最短距離でっていうことを心がけてます。す
すごくこの一歩目の踏み込みが独特というか。そうですね、あんまりいないですね。失敗したら自分が転がってしまいそうな、本当そうですね、危険な要素があります。こういった時に例えば大外刈りがはまっちゃうとか、リスクは高いですけど、これ本当に足技の高等技術がないと本当に自分が投げられてしまう可能性が、そういった技が僕がよくやってた技ですね。はい、お願いします。今度は左振っていただいて、はい。はい。予想しないですね。そうですね。なかなかこの技は来ないだろうって技なんで、はい。これは引っかかりますね。全然来ると思わないですね。そうですよね。はい。どうしても大技のイメージなんで、左手左って大きい技で勝負してくるイメージがあるんですけど、あれみたいな。はい。予想外の技だと思います。はい。ちょっとお願いします。今度左で持っていただいて、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。来ると思わない。思わない。お願いします。じゃあ左手で襟持っていただいて、こういう技になります。ありがとうございます。私も練習して。はい、もちろん。右足からですね。右足って左で刈る。そうです。このステップは確かにちょっと怖いですね。ちょっとそのままはまる時もありますけどね。大外をやられて。そうですそうです。ごめんなさい。そういう感じです。そうです。で、着地の時に右足がこのままだと足刈れないので、着地の時だけ内側に入っちゃえば蹴りやすくなります。右足の着地がつま先が壁側向いているというレース。こっち側です。壁側です。最初のこれぐらい。そうです。この方が確かに刈りやすいですね。安定します。これぐらい入るってことですか。そうです。こっちに入って、そうですうまいです。はい。そのイメージで入ると2歩目がスムーズですね。もう一度お願いします。こうやったら結構安定して。そうです。で、横がいいですね。なるべく横がいいですね。こっちぐらい。そうです。そしたら大外刈りとか他の技いけそうもないですね。さばけるんで。はい、乾杯ですね。はい。はい、乾杯ですね。はい。ナイスタイミングですね。これが基本的に自分がよく使ってた小外刈りですね。はい。で先生まとめとして、今日習ったのが小内刈りで支え釣り込み足。小外刈りで先生現役時代の連続技、支え釣り込み足小内刈り小外刈り、その連続技ちょっと私形だけでもいいのでやりたいのでちょっと最初見せて。わかりました。ありがとうございます。これは本当に見ていただいた通りには多分できないんですよ。あの時の瞬間の技なので、なんとなく流れとしては支えで小内こういうイメージですね。なのでさっきの小外刈り、逆の小外刈りですね。ポイントとしては支え釣り込み足なんですけど、これ相手大きかったんですよ。自分よりも2、30キロ重い選手で、でもポンって払うだけじゃ相手が前に出てこないので、どういう支え釣り込み足やったかというと、膝の上に足を置いて、そしたらもう前に出ざるを得ないんですよ。つっかえ棒みたいな。ポンと前に出して、ここにある足が小内刈り。で、その時の空気感でしかできないんですけど、この足が足上げて、下につく前に払ってるんですよ。で、今は多分もうできないんで、上げました、こっち上げました。で、足が下につく前に本当は払ってるんですよ。神業ですね。神業ですね。流れとしては支え、小内、今の感じですね。いいね。
先輩がいいです私がいいんじゃないです、はい、それぐらい重量級だったらそれぐらいの速度、あとそれぐらいの精度がないと結局1本取れないですよね。そうですね、あの時は本当にはまりました。はい、本当流れ、私も連続型いいですか？もちろんお願いします。あ、やりますよね。はい、支えおうちはい、そのイメージですね。浮きますもんね。はい、もう一回お願いします。支えでおうち、この連続技ですね。感動です。感動です。ちょっと阿部君もう連続技。お願いします。ありがとうございます。で襟取っていただいて、支えでこう打ち、あ、ごめんなさい。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。そうです。お願いします。支えこう打ち、こういう感じです。おお。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。取っていただいて、支えこう打ち、こういうイメージですね。大きい相手をこういかにこう触れるか、こうバタバタさせれるかってところですよね。右と左、さらにこう上の崩しも入ってますもんね。はい。じゃあ先生、早速ちょっと私練習させてください。投げられや。投げられや。こっち。はい。でこう上がった足を、そうですそうですそうです。なんとなく流れは。流れで。はい。こう打ち、そうです。はい、やってみます。いきましょう。はい。あ、また逆です。オーストラリアこっちの。左です。左です。右足、右足、左足。はい。右足、そうです、そう。はい。右足、そうです、そう。はい。これはうまい。いや、これ本当にそんなそうなんですね。じゃあやってみたいと思いますね。こんなできるもんじゃないですよ。はい。できちゃ困るんです。でも本当形だけなので。あ、もう一回だけちょっと。気持ちよくないですかこれ。あ、でもいいですよね。右と左攻めてるので。そうですそうです。支えこう打ち。うますぎるの。できるのがすごい。スタンダードはこのこう打ち、これはまあまあいると思います。やれる選手は。でもこの支えを入れることでより大きな相手を投げることができるということですね。でもテクニック的にはやっぱり左も使うので逆に投げられちゃうって自信があるので、絶対に右と左がうまくできないとちょっと諸刃の決断で危険ですよね。型としてはみんなできると思うんですけど、やっぱそれを実践の場でひっくり返っちゃう可能性あるので、先生のすごい技。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ上手すぎて。あ、いえ、とんでもないです。びっくりしました。美しい合気道。はい、ということで今回は鈴木先生に至極の足技を教えていただきました。先生、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、もうやっぱり受けてみると感動しますし、まず先生ぐらいのやっぱオリンピックの選手だと通常の技でもめちゃめちゃ飛びます。そうですね。さらに先生のアレンジが加わってるので、よりふわっと浮かされるような力感があっても全然ダメです。もうやっぱ投げられちゃうので感動します。気持ちいいですよね。気持ちいいですね、この投げ方は。でもやっぱ組んでみると先生すごいリラックスされてるんですね。あ、そうですか。力抜けてました。抜けてて柔らかくて。ありがとうございます。大変勉強になります。とんでもないです。ありがとうございます。また次の技教えてください。よろしくお願いします。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。鈴木先生の鈴木啓二チャンネルもぜひご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道の全てがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。